今回のテーマは、記憶の種類と活用方法についてですね。記憶っていうのは、いろんな種類あるんですけども、覚え方ですね。文章で覚えたり、イメージを覚えたり、そういう習得するっていうに関しては記憶を使ってるんですけど、その習得する種類によって、何を習得するかによって、その覚え方というのは変わってくるんですけど、つまり記憶の種類が変わってきますね。なんで、それぞれの記憶の種類を、いろいろ解説していこうかなっていう、そんな回ですね。短期記憶ってのは何かと言われたら、10秒から30秒、長くても1分以内の記憶ですね。で、短期記憶ってのは、その保持する、想起するのプロセスの前に行く段階、インプットをするかどうかの段階で止まっている記憶ですね。このインプットを1段階目行ってから、大事な情報を覚えておくべき情報、生きるために必要な情報を保持するっていう2段階目に入るんですけど、その2段階目に入って、長期に、移行する記憶っていうのが、この後紹介する長期記憶ってやつですね。長期記憶の種類が、合計5種類あるんですけど、大きいカテゴリー2つ。1個目が宣伝的記憶。2つ目が非宣伝的記憶。この2つに大きく分けられます。宣伝的記憶ってのは、意識的に引っ張り出せる記憶ですね。情報として、形として、言語化できる記憶。人に説明できるような記憶ですね。が、宣伝的記憶ですね。宣伝的記憶は、ストーリーの記憶、エピソード記憶っていうのと、あとは言語理解の記憶、意味記憶の2つがありますね。で、2つ目の非宣伝的記憶っていうのは、言語化できない記憶ですね。つまりは、体で覚えた記憶ですね。あとは、印象の記憶とか、大きいカテゴリーで言うとこの2つですね。で、じゃあ宣伝的記憶からいきましょう。で、1個目のカテゴリー、宣伝的記憶には、2種類あります。1個目がエピソード記憶と、2個目が意味記憶ですね。エピソード記憶ってのは、個人的な経験とか体験の記憶ですね。いつ、どこで、誰が、どのようにどうしたみたいな、その話の流れで覚えておくみたいなね。イメージとしては、動画で覚えた記憶みたいな、そんなイメージですね。映像として覚えてるみたいな、流れが時系列があるみたいなね。そういう記憶ですね。ストーリーとして繋がっている記憶ですね。ストーリー記憶もエピソード記憶に入りますね。で、エピソード記憶のちょっとしたコツってのがあるんですけど、そのエピソードに感情を結びつけるってのがコツですね。感情が結びついた記憶っていうのは保持されやすいんですけど、ストーリーの中で、そういう感情が湧くような部分があることで、覚えてられるっていうのがありますね。なんかムカつく出来事ってなかなか忘れられないじゃないですか。いつまでも反芻しちゃうみたいな、思い出しちゃうみたいなね、あると思うんですけど、ストーリーに感情が乗ってることで覚えやすくなるっていうコツはありますね。で、このエピソード記憶っていうのは、保持の段階で、大脳皮質、前頭葉とかですね、に刻み込まれることで、長期記憶として保存されるんですけども、記憶の3段階あるうちのストレージ、保持の部分ですね、の段階でなんか記憶情報みたいな再構築されるらしいですね。エピソード記憶ってのは、この再構築の時にちょっといろいろ解釈が変わりやすくなるっていう、デメリットはありますね。よく言うなんか思い込みが激しい人とかいるじゃないですか。このエピソード記憶で覚えたのを再構築するときに自分の願望とかバイアスですね。解釈とかそういうので記憶が歪められて間違って覚えちゃうみたいなあるんですけど。長期記憶に移る段階で、その時になんか覚えとこうっていうなんか定着する段階でいろいろ形が変わっちゃうっていう恐れがありますね。人間って結構都合のいいように解釈しちゃう生き物ですからね。こういうのを確証バイアスとか言うんですけど、バイアスについてもまた後日詳しく説明していきますね。ざっくりそういうのがありますよっていう話ですね。なんでエピソード記憶っていうのは、その時々のメンタルとか感情に左右されやすい記憶ですよっていう話ですね。で、この記憶の特徴として、感情とか感覚と結びついたエピソード記憶ですね。それを思い出すとき、エピソードを思い出すときに、その当時の感情とか感覚を一緒に思い出しやすいっていうのが特徴としてありますね。例で言ったら、過去の嫌な体験、トラウマ体験ですね。なんか思い出しただけで体が震えるみたいな、あるじゃないですか。なんか体が反応しちゃうみたいなね。それはエピソード記憶を引っ張り出してきた時に、その当時の感情とか感覚も一緒に、セットになって引っ張り出すからですね。っていうのが特徴としてありますね。だからこれもちょっとしたコツなんですけど、何かのストーリーをもう覚えて人に話そうってなった時は、その動いた部分、感情ですね、感覚、自分が感じたところもセットで覚えておくと、思い出しやすいってのがありますね。エピソード記憶を活用するってなったら、自己成長に使えますね。このチャンネルのコンセプトと一緒ですね。過去の経験、体験からの学びを、次に活かすみたいなね。そういうのに、エピソード記憶は、有効なんじゃないかって感じですね。こういう流れでこういう風に動いたらこううまくいったみたいな成功パターンとか、逆にこのタイミングでこれをしちゃったら、こういう失敗しちゃったみたいな、恥ずかしい思いをしたみたいなね。失敗パターンを覚えておくことで、次に活かすみたいなね。あとは人間関係の構築とかでもエピソード記憶は使えますね。
感情の共有というか、あの時がああいう出来事があって面白かったよね、みたいな。話すことによって、共感が生みやすくなるみたいなね。あとはなんか面白かった話を人に話すときもエピソード記憶は使えますね。話題作りというか、そういうのでも使えますね。あとは仕事で言ったらプレゼンとかでも使えますよね。こういう YouTube とかでも使えるかな、エピソード記憶は。その時々の自分の体験を話す、一時情報って言うんですけど、そういうことを話すことで、自分もこういう経験がありましたよ、みたいな。私はもうたまに使ってるテクニックであるんですけど、そういうことによって、この人も同じ、境遇というか、私と似たような経験をしている人なんだ、仲間だ、みたいな、共感みたいなね、覚えてもらいやすいというか、同じ体験をして同じ感情を引き出してるこの人の話だったら説得力あるな、聞いてみようみたいになるじゃないですか。一時情報を話すみたいな感じですね。そういうのでもエピソード記憶は使えますね。よくよく考えたら私もよく使ってますね。ぜひエピソード記憶試してみてください。で、二つ目が意味記憶ですね。勉強系の記憶ですね。記憶といったらこのイメージが強いんじゃないですかね。何か文章を覚えたり、公式を覚えたり、手順を覚えたりとかですね。知識としての記憶ですね。意味記憶。筆記テストで紙に書き出すような情報とか、そういうのを覚えておくのが意味記憶ですね。で、意味記憶が長期記憶になる仕組みとしては、情報の連結、あとは体系化というか、何かの情報と何かの情報が結びついている情報ほど、保持されやすいってのはありますね。その意味や概念が他の、すでに覚えている意味や概念と結びつくことによって強固になるみたいなね。あとは前回の記憶の原理の回でも話したんですけど、大事な情報ほど覚えておこうって会話が判断して振り分けるんですけど、意味記憶で繰り返しインプットすることで、会話が大事な情報なんだっていうことで覚えている。長期記憶に行くっていうのがありますね。意味記憶のコツとしては、複数の情報が一塊になって、こういうのをチャンク化って言うんですけど、チャンク化された情報であること、あとは繰り返しインプットされてきた情報であるっていうことが、記憶として定着するコツですね。初めましての情報より、あれこれの応用だよなってなった情報の方が覚えやすいじゃないですか。例えば、肉じゃがの作り方を覚えてしまえば、カレーとかシチュー、その応用というか、似たような手順じゃないですか。なんで、すぐ覚えやすいというか、そういうのがありますね。もともと持ってる情報に結びつけるってのも大事ですね。そういうことでよって、情報同士が結びついて、チャンク化が起こって、より記憶として定着されやすいっていうのがありますね。なんで勉強系とかだったら、ただ単語とか、あとは公式1個覚えるだけじゃなくて、その公式が何につながるのかみたいな、この法則とつながってるみたいな、この仕組みが一緒みたいなのもセットで、分解して覚えたり、単語もその単語だけ覚えるんじゃなくて、その派生形まで覚えたりとかですね。本当に意味まで理解するみたいなね。ということで、定着しやすくなりますね。名は体を表すじゃないんですけど、知識記憶っていう名前じゃなくて、意味記憶ってなってるのも重要なポイントかもしれないですね。意味を理解することで初めて長期記憶に行きますよ、みたいなね。こういうイメージつきやすいですね。ごちゃごちゃ言いましたが、意味を理解する、仕組みを理解することで覚えやすくなりますね。情報をつなげたりね。そう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 。なんで、ちょっと自慢じゃないんですけど、嫌味でもないんですけど、自分何か覚えようとして覚えたことはあんまないですね。その物事の仕組みを理解することで、意味とか背景とかを理解していくうちに、記憶は勝手にされていくみたいなね。そうそうそう。仕組みの理解とか、情報の活用方法を、考えるってのを大事にしてますね。それを考えていくうちに、自然とチャンク化が起こって重要な情報だと認識して、記憶されるってのがありますね。物事を覚えようとして覚えたことないですね。こういうと嫌味っぽくなるかはちょっと置いといて、仕組みを理解するっていうのは大事ですよと、記憶においても大事ですよっていう、その話ですね。はい、続きまして、非宣伝的記憶ですね。これは3種類あると言われてますね。宣伝的記憶は、意識的に引っ張り出す、言語化された情報として知識として引っ張り出される記憶って言ったんですけど、非宣伝的記憶っていうのは、体で覚えた記憶、言語化されてない記憶ですね。で、1個目が手続き記憶っていうのがありますね。手続き記憶は何かと言われたら、身体的スキルとか、習慣を覚える時の記憶ですね。わかりやすい例で言ったら、自転車の乗り方を覚えたりとか、あとは水泳とか、泳ぎ方ですね。あとは箸の持ち方を覚えたり、あとは楽器の弾き方を覚えたりとか、あとは包丁の使い方とか、そういうのですね。つまりはやり方の記憶ですね。体で覚える記憶ですね。記憶のプロセスとしては、手続き記憶っていうのは、繰り返しですね。運動の回路を使うことで覚えるっていうのがありますね。
脳の運動系と言われる部分とか、感覚系とかですね、あとは基底核って言われる脳の部位ですね、に繰り返しその情報が、インプットされることで、無意識に体が動くようになるまで覚えるみたいなね。無意識にその動作ができるように、自動化されていくっていう感じですね。最初は何かのマニュアルとか見ながら、なんか恐る恐るちょっとずつやってたんですけど、慣れてきたら勝手に体が、何も考えなくてもできるようになるみたいなね。そういうのが特徴ですね。手続き記憶ってやつですね。もう自転車なんてそうじゃないですか。もう分かりやすいですね。最初はもう恐る恐る乗って、こけながらもなんとかバランス取りながら、おかなびっくり乗ってるんですけど、慣れたらもうそんなんないじゃないですか。恐怖みたいな、あんまり。めちゃくちゃ急な下り坂とかあったらちょっと怖いかもしれないですけど、普通に運転してるだけだったらね、全然無意識にできるというかね。そういうのが手続き記憶で覚えた記憶ですね。ちょっと余談なんですけど、音楽家とかでもなんか体が無意識にできるようになるぐらいまで練習しろみたいなのは言われるんですけど、会話をしながらでも飯を食いながらでも演奏できるみたいなね、そういう例えがありますね。そういうのは手続き記憶でちゃんとしっかり覚えるよっていう話ですね。無意識にできるようになるまで覚えるっていうのが、手続き記憶ですね。手続き記憶されましたよってことですね。記憶のプロセスの保持の段階で言ったら、この回路を繰り返し使うことで、その脳のネットワークができるみたいな。箸を持つ時の動作、使ってる神経、筋肉の使い方みたいなのをなんかプリセットじゃないですけど、覚えて、その回路が出来上がっていくみたいな、そんなイメージですね。で、一度出来上がった回路っていうのはなかなか忘れにくいという特徴がありますね。最後に運転したの10年ぐらい前だけど、最初はちょっと恐る恐るだったけど、なんか慣れたらスムーズにみたいなね、そういう話とかありますよね。体はちゃんと覚えてるんだね、みたいなね。久々運転したら案外いけたみたいなね。そういうのは手続き記憶で、しっかり脳の回路が出来上がってるからっていうのがありますね。で、この手続き記憶使ってるときは、小脳とか、運動系、感覚系、あとは基底核を使ってるって言ったんですけど、基底核ってのは何かと言ったら、運動の制御とかを行ってる脳の器官ですね。体の筋肉を動かすときの調整を行ってる脳の部位ですね。バランスを取ったりとか、あとは歩く時のスピードとか、早く歩こうと思った時の筋肉の力の使い方みたいなね、そういうのを覚えておくのが基底核ですね。基底核はそれだけではないんですけどね。ちょっと詳しくなっちゃうんで、また後日ですね。で、手続き記憶の具体的に活用してる場面って言ったら、イメージつくと思うんですけど、大きなものではスポーツとか、あとは楽器とかですね、の演奏ですね。あとはタイピングとかもそうですよね。キーボードを打つ時のとか、プログラマーがプログラミングコードを入力するときでも指が勝手に動いてるみたいなね、とかあるんですけど、そういうのも手続き記憶ですね、一種の。キーボードの位置をなんか体が覚えてるみたいなね。あとは手続き記憶を利用しているのは、あとはルーティンワークですね。習慣ですね。歯を磨いたりとか、もう考え事をしなくてもできるじゃないですか。そうそうそう。あとは朝の通学路とかも、特になんかルートとか思い出さなくても、なんか考え事しながらでも勝手に作るとかね。ルーティンとは何かと言われたら、行動の自動化ですよね。一連の動作を覚えておくことで、無意識にできるように考え事をしながら、他のことを考えながらでも自動的にできるみたいなね。そういう習慣というかルーティンも覚えるのは、手続き記憶に入りますね。ルーティンの強みっていうのは、一度体に染み込んじゃえば、脳のリソースをあんまり使わなくていいみたいなね。そうそうそう、勝手に、無意識に体が動くんでね。そう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 。そういうのがありますね。ルーティンのメリットですね。ルーティンについてもまた、別の動画で詳しく解説していこうかな。はい。で、非線で的記憶の2つ目がプライミングですね。プライミングって聞いたことありますかね。プライミングっていうのは、厳密に言ったら、その過去の経験、体験、うっすら覚えてる印象が自分の無意識というか、行動に影響を与えるのをプライミングって言うんですけど、別の言い方をしたら、印象とかそういうイメージとか一瞬入った情報を脳が覚えてて、言語化はされてないんですけど覚えてて、その覚えた印象とかのせいでその無意識にやっちゃう行動みたいなのに影響が出ちゃうみたいな、そういうのがプライミングですね。意識で行う記憶とは違って、無意識化で処理される情報ですね。生活していく中で、生きていく中で五感を通していろんな刺激っていうのが入ってくるんですけど、全部覚えてるわけじゃないんですけど、でも、一度脳で処理はされてるんですね。一度頭に入ってきて、なんとなく覚えてるみたいなのあるんですけど、そういうなんとなく覚えてた情報で、その後の行動とか言動に影響が出ちゃうみたいなね。バタフライエフェクトでもないんですけど、ちょっとした刺激が今後の選択に影響を与えるみたいなね。そういうのはプライミングが働いてるっていうのがありますね。このプライミングをうまく使ってるのが、メンタリストとか、あとは催眠術師とか、あとはマジシャンとか、詐欺師も使ってるかな。そういう心理操作系の人たち
が、プライミングはうまく使ってますね。このタイミングでこういう刺激を誘発すると人間はこういう行動を無意識に取りやすくなるみたいな心理誘導するみたいなね。そういうのをうまく使ってますね。メンタリストですね。はい。メンタリストは何かといったら、このプライミングをうまく使う人たちですね。って言ってもいいんじゃないですかね。色彩心理学とかも分かりやすいかな。ああいうのもプライミングですね。赤い色を見ると交感神経、脳、体を活発にさせる神経があるんですけど、自動的に動く神経ですね。そういうのも刺激されて、活動的になったりとか、あとは興奮しやすくなるみたいなのもありますね。そういう色彩心理もプライミングですね。あとは CM で特定の単語を使い続けて、何度も刷り込ませることによって、そういう、それに関連するイメージに触れた時に、その CM の内容を思い出しやすくなるみたいなね。そういうのもプライミングですね。プライミングの活用方法ですね。そうそう。広告とか CM で使えるんじゃないですかね。いわゆるサブリミナル広告とはまた違うんですけど、印象を植え付けるじゃないですけど、プライミングってのは行動に影響を与えるって言ったじゃないですか。で、その CM とか宣とかでうまいこと印象だけでも覚えさせれば、購買意欲につなげられるみたいなね。っていうのがありますね。プライミングだけでも大きいテーマになりそうですね。これも深掘りまた後日していこうかな。ここではなんとなく印象で覚えた記憶というか、その一瞬入った脳で処理された情報が、実は無意識化で処理されてて覚えてて、行動とか言動とか判断、に、影響を与えてますよっていう、そんなお話ですね。なんで本当に企業がこぞって、なんであんだけ莫大な予算をかけるみたいなね。それだけ人間の記憶の原理を利用してるわけですから、すごい影響というか、効果がでかいわけなんですよ。確実に効果があるから、使ってるわけで。得られるリターンが大きいから、そんな予算をいっぱいかけてるわけで。あとは、起用する芸能人の印象みたいな、めちゃくちゃ重要視してるじゃないですか。その芸能人のイメージが、そのブランドとか商品イメージ、プライミングに影響を与えるんでね。めちゃくちゃ大事ですね。っていう、ちょっと余談でした。で、最後ですね。3つ目。で、最後で非宣言的記憶の3つ目は、これも聞いたことあるんじゃないですかね。古典的条件付けっていう記憶方法ですね。古典的条件付けって何ぞやって感じなんですけど、わかりやすく言ったら、条件反射ですね。条件反射って聞いたことある人多いんじゃないですかね。条件反射っていうのは何かって言ったら、ある刺激を受けたら、勝手に体が反応しちゃうみたいなね。そういうプロセスですね。有名な実験ではパブロフの犬とかも有名ですよね。餌を与えるときにベルを鳴らしてから与え続けてたら、ベルを鳴らしただけで、犬は餌をもらえるって体が反応して、よだれが勝手に出ちゃうみたいなね。そういう実験がありますよね。これも記憶なのかって感じなんですけど、刺激に対してその頭の中にある情報とか運動の情報ですね、が勝手に出てきちゃうみたいな、早期が強制的に発動するっていう意味で、記憶のうちに入りますね。体で覚えた記憶って感じですね。まさに。熱いものを触ったらあちって言って手を離すみたいなね。とかも条件反射ですよね。違うな。熱い夜間とか触ってあちって手を引っ込めるのは、あれは条件反射ではなくて、脊髄反射ですね。それとはまた違うんですよね。なんだろうか、繰り返されたことによって、そういう脳の回路が、反応する回路が出来上がっちゃいましたよっていう感じですね。条件反射っていうのはね。ある条件があって、体が勝手に反射するっていう感じなんでね。これも記憶された情報による反応なんで、記憶の一種ですね。で、記憶のプロセスとしては、扁桃体と小脳っていうのを使ってますね。小脳っていうのは運動に関わる脳の部位ですね。で、扁桃体ってのは何ぞやっていう感じなんですけど、このチャンネルでもよく出てくるんですけどね。扁桃体ってのは、危険信号を出すような脳の部位なんですけど、恐怖とか恐れとか不安とかですね、もう感じることによって、危険から回避するみたいなね。危険信号を出すような脳の部位なんですけど、情動の記憶、感情の伴う記憶っていうのは、扁桃体が深く関わってて、感情を思い出す、感情の早期には、扁桃体が使われてるっていう話ですね。これをすると嬉しい、楽しい、気持ちいい、いわゆる快の感覚ですね。快の感情。これをすると嫌な感じになるとか、不快な感情ですね。快とか不快の感情を想起したり覚えたりするのが、扁桃体なんですけど、で、条件反射っていうのは、ある刺激に対して、扁桃体が刺激されて、反応して、それに伴う感情が思い出されて、その感情が思い出されたことによって、体が無意識に反応する。みたいな、そんな流れですね。で、その体を動かす時の指令を出したのが、小脳ですね。刺激、扁桃体から小脳、体が動くみたいな、そういう流れですね。それが条件反射ですね。古典的条件付けをうまく活用するとしたら、よく使われてるのは、カウンセリングとかですかね。
恐怖症の治療とかでも、この古典的条件付けっていうのは使われてますね。その恐怖の対象と、あとは安全な環境ですね。安心安全を感じるような環境を結びつけることによって、この恐怖とか不安を和らげていくっていう、治療法ですね。系統的奪還作法とか言われるんですけどね。なんかすごい技名みたいな、必殺技みたいな名前ですね。詳しくは話さないんですけど、そういうのがありますよっていう話ですね。例えばちっちゃい頃に犬に噛まれた経験から、犬を見るだけで恐怖を感じるみたいな人に、犬は怖くないですよ、安全ですよ、本当は優しくていい動物なんですよ、みたいな環境を与えるというか、その犬に見ただけで恐怖を感じる人に、その安全な犬がいるような環境を提供して、慣れさせることで、犬に対する恐怖を、低減させていくっていう、治療法がありますね。っていう話ですね。イメージとしてはね、例え話ですね。恐怖に慣れるための環境を作るみたいな感じですね。イメージとしては。ざっくり言ったらそんな感じですね。古典的条件付けをうまく使うなら、勉強とかで使えるかもしれないですね。勉強とか、あとは習慣ですね。何かを習慣を定着させたいって時には使えますね。よく使われるのは音楽とかですね。テンションの上がる音楽、好きな音楽、これを聴いてるとやる気が出てくるよっていう音楽あると思うんですけど、その勉強する前に必ずその曲を聴いてテンションを上げてから勉強に入るみたいなね。そうすることで、ルーティーンの定着の話でもしたんですけど、やっていく中で音楽っていう刺激が入った時に、もう勉強モードに入るみたいなね。勉強への集中力モードですね。自然に入りやすくなるみたいなね。音楽が、トリガーになってるみたいなね。音楽という刺激に対して勉強するという動作が結びついたっていう感じですね。なんで、その音楽を聴いただけで自動的に行くっていう、そういう仕組みですね。あとは、ご褒美作戦とかも、これも古典的条件付けの記憶で有効かもしれないですね。扁桃体を使ってるって話をしたんですけど、扁桃体というのは快不快の情報、情報というか、感情ですね、を想起する時に使われている脳の部位なんですけど、なんで、ご褒美という快感の情報と習慣にしたい動作を結びつけるっていうことですね。ポイントは、刺激が先ですね。だからご褒美最初にもらうのがいいかもしれないですね。そのご褒美をもらったら、その行動を自然にしたくなるみたいなね。体が反応するみたいな風に、繰り返し、動作を繰り返して、回路を作って、無意識にできるように反応するようにするまでやるみたいなね。そういう活用方法がありますね。ポイントはすぐもらうですね。その行動をしたからご褒美が快感が得られるんだみたいな、脳が騙されるように、この間髪入れずにやるって感じですね。快感得たらすぐ動作みたいなね。そう。そういうのが大事ですね。回路を作るっていうイメージですね。快感から動作へみたいなね。そんな感じですね。はい、さていかがだったでしょうか。今回は記憶の種類とその活用方法についてお話しさせていただきました。いや、脳の仕組みと面白いですね。何か一つものを覚えるってだけでも、いろんな種類があるみたいなね。そう。使ってる脳の部位が違ったりね。今日のまとめですね。主に短期記憶と長期記憶、大きいカテゴリーに2つ、記憶の種類は2つ分かれてて、短期記憶っていうのは1分以内の記憶ですね。その場だけの記憶ですね。記憶の3段階あるんですけど、インプット、ストレージ、アウトプットですね。ストレージとアウトプットまでいかないみたいな、長期保存までいかないのが短期記憶ですね。で、短期記憶の中でこれは重要な情報だぞって認識されたら、長期記憶に行くって感じなんですけど。で、長期記憶の種類はもう大きいカテゴリーで2つありまして、宣伝的記憶、意味とか、そういう言語化できる記憶ですね。あとは非宣伝的記憶、言語化できない記憶ですね。体で覚えた記憶とかですね。印象の記憶とかも、この非宣伝的記憶ですね。っていうのがあったよって話でした。で、長期記憶の宣伝的記憶は、エピソード記憶、ストーリー、いつどこで誰が何をどのようにしたっていう記憶ですね。動画として覚える記憶ですね。感情が結びついていると、より覚えやすいですよって話をしました。で、記憶っていうのが、知識の記憶ですね。知識の記憶っていうのは、単価化されてる、つながってる情報ほど覚えやすいっていう話もしました。非宣伝的記憶が3つあって、手続き記憶とプライミングと古典的条件付けですね。で、手続き記憶っていうのは、身体的スキルとかですね。運転の仕方とか、泳ぎ方とか、箸の持ち方とか、そういうのですね。体で覚えた記憶ですね。で、手続き記憶というのは、その無意識にできるように、考え事しながらでも、その注意向けなくても、簡単にできる、自然にできる、無意識にできるですね。できるようになるまで覚えたのが、手続き記憶ですね。で、一度できた回路っていうのは、消えにくくて、ずっと何年経っても、一生覚えてられる記憶ですね。っていうのが手続き記憶の特徴ですね。で、プライミングってのはなんとなくの印象とか、五感で得た情報っていうのは、とどまってないだけで、実は脳で処理されててみたいな、無意識に行動とか判断とかにも影響を与えてますよっていう話ですね。メンタリストとか、インディー誘導をする人たちですね。
またはマーケティングとかでも使えるか、CM とか、広告宣伝とかですね。人の行動を誘発するっていう時にはプライミングは使えますね。で、古典的条件付け。刺激があって、動作と結びついてて、その刺激動作を繰り返していくうちに、その刺激からの動作の回路が出来上がって、その刺激があったら、勝手にその考え事しなくても、無意識に行動が出るみたいなね。そういうのは後天的条件付けですね。いわゆる条件反射ですね。この3つがありますよっていう話をしました。で、全部で直帰記憶は5つですね。はい。なんとかね、この動画見返して、記憶のコツというかね、ぜひ、自分のやりやすいやり方を、身につけてみてください。はい、ということで、長いことをご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、脳を鍛える情報とか、メンタルを整える情報とか、あとは頭の使い方ですね。あと、マインド系の話とかも、思考術系の話とかもしております。よかったら、今後もこういう動画発信していくので、チャンネル登録、高評価お願いします。あと、コメントもめっちゃ嬉しいです。すごい飛び上がる。一日中テンション上がる。それは知ったことじゃないっていう感じなんですけど、励みになるんで、ぜひお願いします。あとは自分、こういう系のブログのとか、心を鍛える系の情報を、テキスト形式、ブログですね、やってるんで、説明欄に URL 貼っておくんで、そちらも見ていただけると嬉しいです。関連動画、最後お伝えしてるんですけど、関連動画は前回話した記憶の原理ですね。記憶はなぜ重要なのかみたいなね。そもそも記憶ってなんでそうなったのみたいなね。これを知ることによって、記憶のヒントとか、こういう情報だったら、じゃあ記憶の原理に引っかかるから覚えやすいだろうな、みたいな、記憶のコツというか、感覚を身につけられるかもしれないので、ぜひともこちらも、参考にしてみてください。はい、ということで、長いことご視聴ありがとうございました。よかったらまた次回の動画でお会いしましょう。マインドオーガナイザーのクーでした。またね。